それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、今のお相手の気持ち、そして2人の近未来について見ていきます。よろしくお願いします。では、早速やっていきましょう。先にタロットカードでスプレッド展開していきます。では今回はケルト十字を使って読み解いていきます。お相手、そうですね、あなたと一緒に歩んでいくのかどうかっていうのが今のテーマになっています。ここが運命の輪で入ってきていますので、お相手はあなたと一緒になるタイミングを伺っているとか、あなたと進む道を信じているし、自分自身も動いていく。お相手のテーマとしては動いていくのかどうかっていうのがテーマです。そしてあなたとのつながりっていうのも強く感じていますし、これから先の未来っていうのも期待しています。つまりは仲良くなりたい、もっと進展させたい、そしてつながり合いたいというように前向きに捉えてくれています。あなたの方でもこのお相手がまさに自分の運命の人なんじゃないかっていう風に出てきているので、あなたとしてはもっと気持ちを通い合わせていきたいとかね、お互いがそのように感じています。お相手の方でも期待している思いっていうのがあるので、今あなたと一緒にいて楽しいからもっと深く知っていきたいなとかね、もっと仲良くなりたい、さらに先へ進めていきたいなっていうようなお気持ちも出ています。そして近々間もなく2人にとっての変化の時だったりとか、タイミングっていうのがやってきます。近づくタイミングとかね、そういうのがやってくるので、そのタイミングをこのお相手が活かしていけるのかどうかっていうのがポイントです。はい。お相手はこの近未来のところでもワンドの点が入っているので、プレッシャーだったり、精神的に重荷っていうところが出てくるんです。自分にプレッシャーをかけているっていうところがここに入っています。このプレッシャーっていうのは多分あなたと仲良くなっていくために自分から働きかけていくことに対してのプレッシャーだと思うんですよね。勇気のいることかもしれないし、これから先一歩前進していくために分かってはいるんですよ。自分から進まなきゃなって。何か決めていかなきゃなとかね、そういうところもちゃんと分かってるんだけど、実際に一歩踏み出していけるのか、自分の方から歩み寄っていけるのかとかね、手を差し伸べていけるのかっていうところがこのお相手のポイントです。このプレッシャーを跳ねのけて自分で前に進むことができれば、お相手はこのチャンスをつかみ取っていくことができるし、あなたとより良い未来を自分自身の手で切り開いていけるんだっていう自信にもつながっていくと思うんですね。今あなたの方から受け取るものっていうのも多くありますから、あなたの方で連絡をこまめにお相手にしているとかだったり、お誘いしてるのは私の方からなんだよねっていう方も多いと思います。あなたからの愛情だったり連絡っていうのを受け取って、そしてあとはこの人が自分で決めなきゃなっていうところに来ているところ、段階なんじゃないかなっていうのが出てきています。今のお相手の現状ね、あなたに対する思いとかもとてもポジティブだし、掴み取っている、実感しているもの、あなたから受け取っているお気持ちっていうのも分かっています。なので片思いだよっていう方は好きバレしている可能性が高いですね。そしてお相手は今力強く進んでいけるのかどうかっていうところにかかっていると思います。ただ勇気のいることだっていうのは自分の中で課していることに入っているので、じゃああなたから動いていったらこのお相手とね、もっとうまくなっていけるのかなっていうところで、あなたに対するアドバイスとして1枚タロットカードから出していきましょう。そうですね、ただ今お相手盛り上がっている感じはするので、あなたと一緒にいると嬉しいなとか、声をかけ慣れてもらう、連絡が来るとかね、 LINE 来るとわーっていう風にね、嬉しく思っていると思います。そして励ましたりとかすることもあるんじゃないかなと思うんですね。お仕事頑張ってねとかね、そういう一言があなたの方からあって、よーし頑張ろうっていう気持ちにもなるみたい。あと一緒にいるとリラックスできるっていうのもあります。
ではあなたの方からどのようにあなたがね動いていけばいいのかっていうアドバイスです。ハーミット、ウィズダム、知恵のカードが出てきています。今あなたの中でもこれ瞑想していますね。瞑想というのは過去や未来のことにとらわれず今のことに集中して今どんなことを感じて何ができるか今何をしたいのかっていうところを自分の中で答えを出していく時ですっていうのがあります。これはお相手に対して自分の方から積極的にアタックするようなカードではないんですね。どちらかというとあなた自身の心の中に今答えが眠っていると思うのでどうやっていくのかっていう術を自分の中で探してくださいっていうカードです。そして急がずね落ち着いてゆっくりと対応していきましょう。ゆったりとしていますよね。自分時間を大切にするだったり会えない時でも今自分でできることをやるとかね、気持ちを落ち着かせていくっていうのも大切になってきます。お相手の方でプレッシャーっていう風に入ってくるんですね。自分で動いていくのがプレッシャーなんです。あなたから受け取って嬉しいとか一緒にいて楽しいっていう思いはあるんだけど、そこから関係性を深めていくために自分が今行動に移すのが勇気がいるっていうところなので、ね、このお相手が動いてくるのを今は待っていてもいいんじゃないっていう感じで、ね、座ってゆっくりと目を閉じているカードが出てきていました。なので何かそのあなたの方からたくさん働きかけるというよりは今まで通りの連絡頻度で、そしてお相手からの動きっていうのも待ってみてください。ではこのお相手が動いてくる具体的なタイミング、どのように動いてくるのかっていうのをこちらのカードからもらっていきます。ね、かなり自分から動くのがプレッシャーだっていう風に出てきているし、でもここね運命の輪が入ってるからやってくるんですよ。巡ってくるんです。お相手のターンがやってくるので、このターンの時にねいかにいいカードを自分で出せるのかっていうところですね。うまくものにできればぐっと近づくと思います。アクションのカードが入っています。で、このお相手の動きますよっていうカードが入ってるんですよね。自分から動いてくるでしょう。行動です。アクションしてきます。で、そしてラッキーナンバーとして11っていうのがあります。1もしくは11、11時だったり11日後とか11日とか、このあたりがラッキーナンバーです。そしてどのように動いてくるのかって言ったら、まさしく行動するよっていうのが出てきたので、本当に分かるようにこの方からの動きっていうのがあると思います。はい。それはその連絡かもしれないし、デートのお誘いかもしれないし、そうですね。何かしらの形としてこの方からあなたに声かけがあると思いますね。ではアドバイスカードです。ノルマンカード3枚もらっていきます。そしてラッキーカラーももらっていきましょう。はい、カラーカードからもらっていきます。あなたのラッキーカラーとしてお受け取りください。はい、それではルノルマンカードからアドバイスをもらっていきましょう。お魚のカード、タワーのカード、そして山のカードですね。はい。そしてラッキーカラーも一緒に合わせてみていきます。グレーです。静かな水面のような慎み。まずラッキーカラーからお伝えしていきます。灰色、グレーという色は物静かで控えめな印象を与えます。協調性があり、誰とでもうまく付き合っていけるでしょう。あなたや周りの人がつつましさを忘れそうになった時は、グレーを身につけたり、心に思い描いてください。心がぐらつきそうな時、揺らいでいる時、ゆっくり深呼吸しながら、そしてね、グレーを意識してくださいって、グレーを思い描いてください。瞑想のカードも入っていたので、このグレーを思い浮かべながら瞑想するとか、グレーのものを身につけながら瞑想するというのも良いでしょう。深く深呼吸してゆっくりと落ち着いていきましょうって、急がなくても大丈夫だよっていうのが入っています。今のお二人の関係性をゆっくりと育んでいくこと、そしてこちらがそのあなたに対するアドバイスカードというか、ラッキーカラーとあなたの
アプローチの仕方でこちらのカードね、落ち着いているカードが出てきているので、あなたが今焦っていたりとか、逆に不安になっていたり、お相手とうまくいっているようで、そして自分の方から働きかけているんだけど、ね、だけどお相手からの動き今待ってるんですっていう方もいるかもしれない。だから今落ち着いてねって、焦らないでねって、焦る気持ち、流行る気持ちっていうのを今一旦落ち着かせるためにも深呼吸してねっていうのがアドバイスとして入っていたのかもしれません。この方必ず動いてくるので。そしてアドバイスカード、ルノルマンカード3枚もらっています。お相手とあなたの今の距離感っていうところも程よい距離感だっていうふうにお相手が今感じているし、そして今そこから一歩ね切り出していくのはこの方だっていうふうにご自身で思っているので、まずねお相手に身を委ねていくとか、今の時の流れ、そういうところに流れに身を任せるっていうのもあるのかなと思いました。2人のバランスを整えるためにも無理にあなたの方から何か動かしたりとかもしなくて、流れに身を任せて今は待ちましょうっていうのがあります。必ずこの方アクションね、動き出すよっていう風に出てきているから、ワンドのナイトとこちらですね。なので必ず動いてきます。だから今はそれを待ってみてくださいねっていうカード、そしてこちらタワーと山のカードが入っているので、やはりそのお相手的にはここにプレッシャーのカードも入っているので、前進していくために乗り越えていかなければいけない課題があるとか、そうですね、そのあなたと両肩思いだと思うんですよ。なんだけどそれをちゃんとした形にしていくためには何か乗り越えなきゃいけないものがあるとか、タイミングをつかまなきゃとか、今離れているから会いに行くために時間がかかるとか、何かしらのその課題っていうところをプレッシャーなんですよね、この方。この山を乗り越えるのがプレッシャーで、でも必ずアクション乗り越えるからっていうことは伝わってきます。はい、なのでね、何かしらお二人の間に課題とか障害っていうものがあるのかもしれません。ですが、時間かかってでもこの人11っていうタイミングで動いてきます。そしてタワーのカードも入っています。それは2人にとって高いハードルのあるものかもしれないし、これを乗り越えた先には2人は強い絆で結ばれる、そういうタイミングにもなると思うので、きっかけですよね。お相手が動くことによって絆が一層深まるような出来事も起こると思うので、その時にしっかりと2人の信頼関係を育んでいけるようにっていうことで、今ここですね、慎みっていうカード、静かっていうカードも入ってるから、静かに落ち着いてゆっくりと対応していこう、待とうねっていうことも出てきていました。はい、今はお相手の動き待ちっていう感じでしょうか。うまく波に乗っていけるようにっていうことで、多分ね乗っていけると思います。動かないとかっていうカードではなくて、動くっていうカードなので、自分の期待している未来に向かってこの方動きます。はい、ただ、すぐには動けないようなことがあるかもしれないから、そのあたりはぐっとこらえることも出てくるかもしれませんね。そしてお選びいただいたオラクルカードからのメッセージをもらっていきます。こちらはヒーリングウーマンのオラクルカード。実はこのカード、植物の絵柄がここに描かれています。この19番のカードはジャスミンです。ジャスミンは落ち着き、純粋、感覚の目覚め、自信、富という花言葉があります。またこちらね、エッセンシャルオイルで言えば愛らしさ、優美、甘い香りを表しています。ジャスミンの香りを身にまとうとか、お部屋にねアロマとしてアロマキャンドル焚いたりとかするのも良いと思います。メッセージは、あなたの中には宝物がある。だから今あなたがその宝物を見つける時なんですよっていうことです。さあ、それはどんな宝物でしょうか。ここですね、宝物が眠っています。あなたの中で本当にやりたいこと、進めたいこと、望んでいること、そしてお相手とどのような距離感でとか、どういうふうに進めていけばとか、そういうことも今眠っていますって。そして自分の中にある豊かなお気持ち、それを大切に今育んでいったり見つけたりすることに集中してくださいねっていうのが出てきていました。
ね、ということで、こちらのアドバイスもお受け取りください。花言葉にも落ち着きだったりとか、あと自信っていうのもありましたので、落ち着いて自信持っていきましょう。ね、不安に思ったり、自信がなかったりする方も中にいるかもしれません。でも今自分の中の自信を取り戻すとき、見つけるときですっていうのも出てきていましたね。はい、ジャスミンというと、アロマオイルでもありますので、取り入れやすいかと思います。ポプリにしたり、アロマオイルを使ってお部屋の香り炊きをしてみたりとかして、生活の中に取り入れてみてください。今回はお相手の今のお気持ち、そして2人の近未来について見ていきました。この中からお受け取りいただけるところだけでもお受け取りください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それではこちら2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはお相手の今の気持ち、2人の近未来について見ていきます。ではよろしくお願いします。今回はこちらのマジカルノルディックタロットを使って展開していきます。それでは見ていきます。お相手、かなりね、このエンペラー、キングっていうのが出てきてるので、あなたより年上の方だったり、目上の方だったりとか、あとは立場が上の方とかね、頼もしい方、しっかりした方っていうのが入ってきます。全体的にもペンタクルス多いので、安定とか安心とか、しっかりしたものっていうのを手にしていらっしゃったりとか、ね、ご自身で会社を立ち上げてらっしゃる方もいるかもしれないし、あなたと同じ職場の方っていう可能性もあります。頻繁に会いますよっていうのがあるので、仕事関係だったり、あなたの生活の一部になっているような、それだけ密着しているような方であり、頼もしい存在だっていうのが出てきています。また本人もそのようにありたいって思っているので、頼られたいとか、あと一緒にこれからもっていうのが伝わってくるので、もうすでに交際しているよっていう方も多いかもしれません。またはよくね、頻繁にやり取りする、実際に会って共同作業で、つまりお仕事しているとかね、そういうことが出てきています。そしてお相手の方も前向きに今捉えているので、今そのあなたとの仲を進展させていく、これから先すごく良くなっていくんですよね。これめちゃくちゃノルディックタロットさんの中でポジティブなカードの1枚とも言われてるんです。ペンタクル10。家族カードとも言われているので、今交際している方は結婚や同棲に向けて話がまとまっていくんじゃないかなっていうのもあります。あなたの方も毎日とか、ね、それに近いぐらいお相手とやり取りしていたりあったりとか、今積み重ねている最中ですっていうのが出てくるんですよね。2人の間でしっかりと関係性が結ばれていて、そして片思いの方だとしても、お相手はあなたを守っていきたいとかリードしたいっていうようなお気持ちもあるし、安定安心っていうところがメインとして入ってくるので、いかにあなたとそのような落ち着いた関係を育んでいけるのか、今まさに始まったばかりだよっていう方もいるかもしれないけど、でもお二人は一緒にいると落ち着けるような、そんな存在、長らくずっと一緒に寄り添ってきた夫婦のような、そのような絆を感じやすいんじゃないかなっていうのがあります。共感するところが多かったり、趣味思考が似ていたりっていうところもあると思うんですね。共感し合えるような相性です。はい、そして何か動きたいなって思ってることありますね、お相手の中で。
そして今、心の中っていうのがお相手ソードの点が出てきているんです。これはもう今まで積み上げてきた自分自身に対するストレスだったり、あとはここに何か問題があったことに対しては、もうここで終止符を打って、自分はこっちに向かっていきたいんだっていう気持ちが強いんですね。そうだな。もっとあなたと円満な関係とか、もう家族っていうところが出てきてるので、幸せな関係になりたいっていうふうに思ってるんですよね。このお相手の内面っていうところがちょっとだけ、ここ1枚だけね、気になったので、出していきたいんです。後で出していきますね。円満な家庭とか、幸福な関係性をずっと続けていくために、あなたとこれからね、もっと話し合いを重ねていきながら、お互いより良いものにしていきたいねっていうところがあるし、ここもね、ギフトのカードが入っているし、お互いが与えられっていうところで、うまいバランスとってこれからもやっていけると思うんですね。そこにプラス何かこう刺激的なことを足していきたいとかね、そういうところもあります。今までずっと落ち着いてきたから、たまにあなたに甘えてみようかなって思ったりとか、ね、いつもだったら行かない場所へデートに行こうかなとか、そういうふうに考えているところもあると思います。ここだけ気になるので、ここに対して何かなっていうところで、もう一枚タロットを出していきます。あなたの方もね、お相手と足並み揃えてやっていきたいとか、そのようなお気持ちもあるので、今そのお相手がリーダーシップをとっているのであれば、それについていきたいとかね、そういうところもあると思います。ただ、お相手の心の中、例えば社会的地位のある方だったら、ね、社会的立場で自分頑張っていかなきゃいけない。でも心の中は実は甘えたかったとかね、いつも外で頑張ってる分、あなたの前ではこう少しほぐれた自分でいたいとかね、緊張感がずっと取れていなかったのかもしれないので、ここお相手の悩みというか、心の中の何かこう足かせになっていたようなもの、それはもう終わりで、今新しく始まっていくんだっていうのも出てきているので、何かに終わりを告げるっていうところです。ソードのナイトですね。なるほど。なんか言葉のやり取り、誤情報があったりとか、そうだな、自分の心の芯ね、一本通したい、筋を通したいことがあったんだけれども、それが一度うまくいかなかったことがあるのかなと思いました。それはあなたとのことに関してもそうかもしれないし、その過去の傷かもしれない。それはもう終わりだから、自分はこれが正しいと思って進んでいったんだけど、でもゆくゆく後々今になってみたら後悔につながるようなことだったり、苦しかったんですよね。苦しい中もがいてやり取りした情報の行き来だったり、メール、LINE、電話、メッセージ、対話かもしれませんね。自分で動いた、良かれと思って動いて、ね、自分の己の信念っていうのを突き通していったんだけど、結局自分自身傷つくようなことにつながっちゃったんじゃないかなと思います。自分で自分を追い込んでしまったとかね、そういうところもあるんじゃないかなと思いました。一直線に進んでいったんだけどって、自分の成長につながることかもしれないし、なんとかこの状況を切り抜けようと思ってやってきたことがあるっていうのが出てきています。だけどそれは結局は痛かったっていうのがね出てるんですよ。なんか痛いなって思ってたんだけど、もうそれは終わりにして、もう自分で今幸運をつかみ取っていくし、あなたと家族になりたいっていうのを単純にここに入ってきてるんです。家族だけにこだわらずにね、これからも毎日やり取りしたいとか、裕福な関係になっていきたいとかね、そういう願いとか期待しているところでも、お互いが寄り添っていきながら一つの物事を作り上げていきたいよねっていうところもちゃんと出てきてるので、今までこう形にしていきたいって、確かな絆とか、結婚って分かりやすいですよね。確かな関係、契約なので。でもそれにとらわれなくても、きちんとした言葉で交際を申し込みたいとかね、そういうことかもしれないですよね。仕事とプライベート分けていたんだけど、
そのプライベートの一面も見せていって、これから仲を進展させていきたいっていうことかもしれません。それぞれの関係性に当てはめてご覧になってください。ただもうね、自分で動いてきたこと今まであったんだけど、それは違うやり方で今度からやっていくんだっていうのが出てきます。焦っていたところもあったかもしれない。普段落ち着いて見えるように振る舞っているんだけど、心の中焦っていたのかなとか、あと目標に向かって早く何とかしなきゃって、解決させなきゃって思うようなことがあったのかもしれない。それに向かって進んでいったら、もうそれは終わりなんだって、自分の痛みも抱えている問題も終わりで、やり方をガラッと変えて、今度はしっかりと安定させた方でやっていくんだっていう風にね、そんな感じで入ってきます。これからはまた違う関係でっていう風にお相手は考えて、違う関係というかテイストが変わるっていう風に出てくるかもしれないですね。しっかりと腰を据えてお付き合いしていきたいとかね、でもスパイスも入れていきたいっていうのがあるので、甘えたいっていうのがあるんじゃないかなと思います。では、このお相手ね、今そのあなたと安定してゆっくりとというか落ち着いた関係性っていうのを求めています。そして自分だけがアタックするのではなくて、あなたの方からも来てほしいし、またはもう来てるしね、またお互い毎日やり取りしてるので、今のままで十分満足だっていうのも出てきてるし、あとは自分の心の中の問題っていうのは一味傾向が違う、経路が違うので、ここの問題はでもクリアはしています。もうクリアしてて、もう現時点で乗り越えたからこそ掴み取ったものとか形になったものっていうのが出てきてるので、じゃああなたが今お相手にしてあげられることって何ですかっていうことで、1枚タロットもらっていきます。今お相手にしてあげられることです。これもペンタクルスです。そしてナインです。いいですね。お祝いのカードが入ってきています。お相手と過ごす時間っていうのを大切にしてくださいねっていうのも入ってきます。そしてペンタクルス9、10っていう風にね、ここつながっていきますから、2人でこれから話し合ったり、毎日のやり取りっていうのも大切にしていきながら、育まれているものって今もあると思うんですよね。波に乗っている最中、乗り始めたところとか似ているところも多いし、2人で幸福感を味わうことだよっていうのがここに入ってくるんです。あなたがしてあげられることって、お相手と過ごす時間、日々重ねていく時間っていうのを大切にしていきながら、特にね、この2人で過ごす時間っていうのがいかに貴重であるかってことをお互い感じること、感じ合えることっていうのがとても大切だっていうのが出てきています。今まで頑張ってやってきた、取り組んできた自分たちにご褒美を与えるんですっていうのがこのカードですね。ご褒美を与えてあげてください。お相手に試練、何かあって乗り越えたんだっていうのがもし分かる方いれば、頑張ったねって、お仕事お疲れ様とか、たまにはゆっくりしようとか、くつろごうとかっていう一言でもいいと思うし、プレゼントをあげるっていうこともいいかもしれないですね。甘えたいっていう風に思ってるお相手に対して甘えさせてあげるとかね、あなたの方からも何か贅沢な時間とかね、そういうものを楽しんでいきましょうっていうのが出てきていました。とてもリンク性があって良いですね。はい、あなたが今してあげられることを、ペンタクルス9が出ていました。ではこの後お相手どのようにあなたに働きかけてきてくれるのか、だいたいねこんな感じでペンタクルスがドンって入ってきてますね。ではそうだな、いつ動くかとかではなくて、このカードからお相手がなんかスパイス入れたいって思ってることをどんな感じで入ってくるのかなとか、ね、いつもと違うテイストでいきたいっていうのはいつどんな感じで来るのかなっていう風なのを、具体的な数字とあと内容も取っていきます。はい、10番のカードですね。そしてこれもいいですね。繁栄を表しています。このあたりがね、繁栄なんですよ。繁栄。これから先より豊かになっていくためにってことがお互いのテーマ、それぞれ共通してるんです。だから目標が一緒なのかなとも思うんですよね。例えばその今お付き合いしていて結婚に向けて今取り組んでいるっていう方もいるかもしれません。
かなりこの落ち着いた生活、地に足をつけて経済面でも安定させていきたい、将来のためにね安定させていきたいとか、2人で今経済面すり合わせして一緒に始めていきたい、同棲をしたいとかね、生活を共にしたいとか、実生活に強く結びついています。そしてお相手がスパイス入れたいことっていうのも繁栄なんですよね。そう、なんかこう豊かさを増やしていきたいとか、もっと実感したいとか、形にしていきたいっていうこともそうかもしれません。そしてラッキーナンバーは10なので、10日とか10時間後、10日後とかね、このあたり、20日、30日、このあたりもラッキーナンバーとして入ってくるかなと思います。では、アドバイスカードもらっていきましょう。で今回ね、そのあなたに対するアドバイスというよりは、このルノルマンカードでお相手が乗り越えたんだよっていうことに対して、あなたに何を伝えたいのかっていうことをお伝えしていけたらなと思います。お相手からのメッセージとしてお受け取りください。乗り越えたことも含めて今あなたに伝えたいこと、こちらは3枚もらっていきます。そしてその他にラッキーカラーをもらっていきます。カラーカードからあなたの今のラッキーカラー、お相手とうまく進展させていくためにっていうことで、ラッキーカラーもらっていきます。はい、ではめくっていきましょう。まずルノルマン、お相手が伝えたいこと、マウス、そしてパーク、お庭のカード、そして11番無知のカードですね。お相手の中でかなりストレスに感じることだったりとか、対立することっていうのもあったんだっていうのが入ってきています。うまくまとめていくために自分がリーダーシップをとってみんなの意見をまとめることかもしれないし、誰かと対立というか意見の交わし合い、ぶつけ合いをすることでより良いものを作っていかなきゃなっていう、そのような立場だったのかもしれないし、またはあまりそれは感じないんですけど、あなたとの前にねやり取りした喧嘩の内容とか意見のすれ違いってことを感じていたことからも抜け出したっていうのもあります。こっちの方が勢いよくあなたに何か言っちゃったとかね、そういうこともあるかもしれない。今までストレスに感じてきたこと、ぶつかってきたこと、それらを乗り越えてきたんだよっていう、もうこれね終わりのカードなので、お互い傷ついたこと、それらはもう終わりなんだっていうのも出てきています。ここね、かなりストレスだった、もしくはここにガーデンのカードも入ってるので、デート中のやりとりいざこざかもしれないし、あと単純にお相手の人脈に関わること、交友関係に関わることで対立しちゃったとか、あなたと揉めたことがある、もしくはこのお相手が人間関係で悩んでいた、そこからもう抜け出したっていうことが入ってきます。大きな意味で捉えてください。友達と遊ぶ遊ばないとか、異性の友達とどうこうかもしれないし、あとこの方のお仕事の対人関係かもしれないし、そうなんかこう人脈に関わること、もしくはこの方を取り囲む対人関係だったりね、そのあたりの痛み苦しみからもう抜けて終わりだってっていうのが出てきています。いろいろ対立したりストレスに感じること、対人関係ですねであったんだけど、もうそこから終わってやっと掴み取ったものっていうものがこれから始まっていくし、流れていきます。あなたも毎日応援していたり声かけしていたり様子見ていたんじゃないかなっていうのがあるんですが、でもね、もうよく頑張ったねっていうふうに、これから一緒にいる時間大切にしようっていう風に声をかけてあげるといいんじゃないかなと思います。気を張り巡らせていたところもあると思うんですね。緊張感。トップに立つ人間ってやはり責任感を感じなきゃいけない。だから責任を負わなきゃいけないとかね、そういうところ、何々しなきゃいけないっていう風に思いがちなところがあるので、そこを柔らかくしてあげるといいのかなっていう風にも思います。では、あなたへの、アドバイスとしてラッキーカラーをもらっていきます。パープル、それは好奇であり神秘的。今その頭が痛いとか思い悩んでいる
考え方が凝り固まっているっていう方もいるかもしれない。その方々は頭を柔らかく柔軟に物事を捉えていくためにも、まず体を柔らかくすることから始めてみましょう。気持ち、体を柔らかくするっていうのをイメージしてください。つまりはストレッチをするとか、散歩をして体を動かすとか、ラジオ体操をするでもいいですし、あと少しだけ首を振ったりとかして、首回したりね、肩を回したりして緊張感をほぐすとか、心のリラックスのために深呼吸をする、新しい空気を吸うとか、外の空気を吸いに行ってみるとか、何かしらの気分転換をしてリフレッシュすること、頭の回転をリフレッシュさせることが今具体的なアクションとして入ってきています。またその他にも紫色は感性を導き出す色と言われています。直感やインスピレーションの色とも言われています。精神性が高いと言えますね。またこの色は霊格や地位の高さを象徴するとても高尚で高貴な色です。この色は瞑想するときに用いると高い効果を得ることができます。はい、このように入ってきました。紫のものを取り入れていきましょう。ワンポイントとしてね、小物で取り入れてもいいし、ブルーベリーとかね、食べてもいいかもしれないし、リフレッシュしていくことっていうのもいいでしょう。紫色取り入れてください。あと瞑想するのもいいよっていうのが出てきたので、やはり先ほどもお伝えした通り、今思い悩んでいるとか、ストレスかかってるとかっていう方は瞑想して今一度自分時間を持つことでリセットかかるかもしれません。今自分の流れも変えていく時ですっていうのが出てきていました。紫取り入れてください。そしてこちらのお選びいただいたカードからメッセージをもらっていきましょう。41番オーク、植物のカードなんですね。こちらのオラクルカードは。でこのカードはオークという植物を表しています。オークというのは奈良の木や樫の木を表しています。はい、こちらは世界の愛に身を委ねるっていうカードです。世界というのは今はあなたとお相手の世界、もしくは今あなた自身が流れている世界、自分自身を取り囲む世界の流れに身を委ねていきましょうということで、今は身を任せるっていうことですね。ゆったりと過ごしていきましょう。そしてこのオークっていう植物の花言葉、木の言葉っていうのを調べたんですが、堅実、強さ、勇気、そして長寿、保護、真実、忍耐とあります。そうですね、強さや勇敢さ、そして保護、守るとかね、そういうことも表しているカードなので、自分たちの関係をしっかりと育んでいきながら守っていくこと、末永く、長寿の意味があるので、末永く長続きさせていくためにっていうことも意識されるといいと思います。そしてこの多くは実はエッセンシャルオイル、アロマでも効能があって、この効能を調べると次の活力を生み出すための今貯めておく時期とか、あと思考の整理をするっていう効果もあるんです。はい。で、多くのアロマっていうのはなかなか入手しづらいと思うので、アロマを取り入れなくてもいいから、まず思考の整理をしてみよう。ここにもつながっていますよね。頭をリセットするというか、心をリセットする。頭をリセットするんだったら、まず心と体のリセットを具体的に意識してみると、すっきりとつながるように頭もリセットされていくと思います。思考の整理っていうのもできてくると思うし、それができると、じゃあ次どうしようかなっていう新しい活力、エネルギーっていうのも湧きやすくなってくるので、ぜひこの流れね、順番っていうのを意識してみてください。はい。で、今回はお相手の今のあなたに対するお気持ちと2人の近未来について見ていきました。お相手は何かを乗り越えた。それを今あなたが頑張ったねっていう風に褒めていく、お祝いして、これから始まる2人の長続きする関係性について前向きに取り組んでいきましょうっていうことが出ていました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。では3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、お相手の今のあなたに対するお気持ち、
そして2人の近未来について見ていきます。よろしくお願いします。ではマジカルノルディックタロットさんよりケルト十字を使って見ていきます。はい、では見ていきましょう。まずここにタワーが出てきているので、お相手にとって何かあったのかなっていうのが出てきています。で、これがあるから、これがあるから、今その慎重になっていたり、硬くなっていたり、動けなくなっていたり、どうしようっていうような感じでパニックになっているかもしれません、このお相手が。かなり忍耐が必要なことかもしれないし、自分自身プレッシャーに感じてるっていうのは多分この辺りのことっていうのは恒例だと思うんですよね。どうやってこれを乗り越えていけばいいんだろうっていうような少し前の状況から今現在に至るので、今現在もこの、そうですね、うーんこのお相手の中では衝撃的な出来事、突然やってきたことだと思います。大きな出来事ですね。このことがやってきて、多分今年に入ってからなんじゃないかなとも思うんですが、年末年始のあたりだと思います。今これをリアタイでご覧になっている方はね、リアタイの方は年末年始あたりに何かあって衝撃的なことがあって、その対応に追われていたりとか、責任感じていたり、プレッシャーに感じていたりってことで結構苦しいなっていう感じです。でも自分でまとめていかなきゃ、切り開いていかなきゃっていうところもあるんですが、それでね、衝突しちゃったっていう方もいるかもしれません。あなたとの喧嘩かもしれないんですよね。強くあなたに当たっちゃったとかね。それは自分が疲れていたりプレッシャーに感じるようないっぱいいっぱいの状況だったから優しくしてあげられなかったんだっていうようなことが入ってきています。でもこれを片付けて、そしてまた新しく始めていきたいんだっていうのが入ってきます。あなたとの関係にひびが入るようなことにつながったかもしれません。だけどこれ結果的にはガラッと変わって、今度はロマンチックに新しい関係として今までとはまた違う感じだから、その浅い片思いの方であればやっとつながり合いを求めて叶ったとかね、つながり合えた、連絡先交換できるとかね、そのような流れになっていきます。過去にチャレンジしたけど失敗したことかもしれません。そうですね。お互いがちゃんと見えていなかったものが明るみに出たのか、もう見えていなかったものをこれからしっかり見ていくのか、ちゃんと受け取っていけるのかっていうところが、今回この3番さんのお相手、そしてあなたのテーマでもあるのかなとも思います。お互いがこれからの関係性を育んでいけるのかどうかっていうのがテーマです。ただ最終結果はこのカップのページでとても良いんです。新しい始まり、今までの関係性を一線越えてロマンチック、そうですね、それは友情かもしれないんですが、今のお互いの関係性に当てはめてください。浅い関係性で全く連絡先知らないよっていう方は、お友達から始めることができるとか、それは2人が寄り添っていくっていうお気持ちが揃えば、新しい関係性、嬉しい、あなたにとっては嬉しいことですよね。一歩前進できる、ワクワクドキドキするようなことが起きるでしょうっていうのが出てきてるんですね。これをなんとかお相手が乗り切っていけば、課題としてはあなたに優しくしていけるのかどうかっていうのが、このお相手の課題、あなたに優しくしていけるかというか、そうだね、これを乗り切っていけるか、タワーを乗り切っていけるか、今これが落ち着いたらっていう感じもするし、ただ近未来はまた新しく始まっていくっていうのがあるから、この再建、新しく始まる、立て直すっていうことに向けてこの人今頑張ってるところでもあるので、これが落ち着けばおのずとあとは2人の関係性ってところに集中して、お互い気持ち揃えて育んでいくっていうのがシフトチェンジして、切り替わっていくと思うので、今まだこっちっていう感じですね。ここのあたりかな。
それは喧嘩したっていう方だとしたら、あなたとの仲直りっていうのを今模索してるだろうし、そうじゃなくて、これが大きいので、あなたとの対立じゃなかったとしたら、このお相手の生活状況の中で何かね、この方の中では予期していなかった大きな出来事、ショックっていうのがあったんじゃないかなと思います。そしてその対応に追われているっていうところなので、じゃあこれを乗り切ればね、乗り切ったらあとは2人が歩調を揃えていくだけなんですけど、あなたが今お相手にしてあげられること何かなっていうところでもらっていった方が良さそうでしょう。良さそうかなと思いました。はい、なのでちょっとオーバーワークのカードも入ってるので疲れてるんですよね、お相手が。その疲れから抜けきって、物事が片付いてとか落ち着いてとかそういうことがあれば、あとはその関係性を育むっていうところにお相手が目を向けていくことができるので、そこですね。もしそうだな、いろいろとあると思います。喧嘩したっていう方もいれば、お相手の中で生活日々入るようなことがあったとかっていうのもあるかもしれないので、今それ修復に向かってこの方頑張ってるっていうところは一緒ですね。ではあなたが今お相手にね、今これを見たタイミングからお相手にしてあげられることってどんなことあるのかなっていうことで、1枚カードをもらっていきます。あなたが今してあげられること何ですか？はい、カップの7番のカードが出てきていました。チョイス選んでいくっていうカードですね。2通り意味があります。複数の中からあなたが一つやり方を選ぶとか、あとは気持ちかもしれない。あなた自身が今揺れていたり、それはこのお相手以外にも実はいい人がいるかもしれないとか、自分じゃ不釣り合いで実はこの方には他にお似合いの人がいるから自分は身を引くべきなんだっていうふうに思ってるかもしれない。そういうところで揺れていたりとかするかもしれないし、あとどうやったらうまくやっていけるかなっていうことで、あなたが一つ何かを選ぶっていうこと、そういう意味で入ってきてるかなと思います。一つはね、何か一つ道を選んでいく。ただしポジティブな方向に向かっていきましょう。自分で身を引いた方がいいのかなっていうふうに思っている方は、本当に自分がそれをしたいのか、自分が望んでいるのか、自分がお相手と離れたいと思っているのか、いやそうじゃなくて本当はこの方と一緒にいたい、育んでいきたいっていう思いがありますよねっていうふうに出てきてるんですよね。育みたいと思ってるから、自分なんてっていうふうに思わず育んでいきましょうよっていうふうに出てきています。そしてもう一つは、今現状をしっかりと見えていない可能性があるので、今あなたの足元とか目の先だけでもいいので、今自分がどんな状況にいるのかとか、またはお相手がどんな状況にいるのかっていうこと、物事を冷静に、そして客観的に見ていく必要があるよっていうこのカードが出てきていました。どちらかだと思います。一つ目か二つ目、今二つの道、二つの方法、二つの可能性として出しましたので、どちらか当てはまる方をお受け取りください。今あなたにできること、一つに絞ることなのか、現実をしっかり冷静的に捉えて動いていくことなのかねっていうふうに入っていました。ではそうだな、今この気になるところで、お相手がじゃあこの今抱えている問題っていうのはいつ解決するのっていうことで時期を見ていきます。それではこちらのカードから、今気になることっていうのは多分このあたりですね。お相手が今取り組んでいること、それらはいつ解決するのっていうことで1枚出していきましょう。そしてそのカップのページが出てきていますよね。すごくロマンチックな絵柄でここ入ってきているので、それはその関係性の浅い方だったら、関係性の浅い方だったらお友達としてプライベートの中に持っていけるとか、あとはもうすでにプライベートのつながりあるよっていう方は、新しい恋愛関係っていうことでね、一歩前進すると思うんです。嬉しいことがある、デートできるとかね、連絡が来るとか嬉しいことがあると思うので、それはじゃあ一体いつなのかってことで2枚カードを出していきます。まずこの問題が落ち着くまで、そして
あなたやお相手にとって嬉しい出来事が訪れるまでの具体的なラッキーナンバーもらっていきます。まずこの物事が落ち着くまでっていうのが、3のカードが入ってきました。3、3日後、3時間後、そうですね、3ヶ月はかからないと思います。3週間後っていう感じで、この3のつく日とかね、3週間以内ぐらいには落ち着いてくるのかなというのも出てきていますし、これ技術、スキルを表すカードなので、このお相手が今自分の技ね、持っている技術を使ってなんとか乗り越えようとしているのかもしれないし、そう乗り越えるためには技術が必要かもしれない。技術っていうのは自分の技だけじゃなくて人工的に借りるかもしれません。力を借りるとか手助けを借りるってこともあるかもしれない。協力して乗り越えていく可能性もありますね。ここですね。はい、乗り越えるためには自分一人の力だけでは乗り越えられないことかもしれないので、協力し合いながら乗り越えていくのではないかと思いました。ではここです。あなたやお相手にとってこの今苦しいことをプレッシャーに抱えていることが終わって、やっと2人だけの関係性にシフトチェンジしていけるのはどれぐらいのタイミングか。これが落ち着いてからのことなので、3日後もしくは3週間後からのどれぐらい経ちますかってことで8です。これが落ち着いてから8日後、8時間後、8週間後、もしくは8のつく日にお互いにとって嬉しい出来事っていうのが訪れると思います。こちらのカードは囚われのカードですね。囚われていたことから抜け出すっていうことも出てきているかもしれないですね。今まで囚われていたこのあたりですね、かなりガチガチに囚われている大きなことだと思うし、お相手自身もこれからまた取り組んでいかなきゃとか、なんとか立て直さなきゃっていうところなので、かなりこっちの方に時間とらわれている可能性があります。だから今はそばにいてあげられなくてごめんねとか、そういう一言があるかもしれないですね。ただこっちをね乗り越えてしまえば、あとはもう自由になって、ここペンタクルクイーンとキング2人で育んでいくことっていうのが出てきますから、今度はねそちらに集中してくださいって。それまでの間にあなたができることっていうのは、先ほど出たこのアドバイスカードっていうのを参考にしてください。ではヌルヌマンカードから全体的にあなたへ向けてメッセージアドバイスもらっていきましょう。3枚出していきます。そしてその他にラッキーカラー1枚出します。3のつく日もしくは3週間以内にはこのお相手物事が落ち着いてくると思います。そこからさらに8、8日後や8時間後、8週間後のあたりで2人にとっての良いお知らせっていうのも出てくると思います。ではカラーカードからもラッキーカラーをもらっていきます。今はお相手の状況を苦しいなっていうふうにお相手がもし口に出していたら、それを理解してくださいねっていうのがアドバイスで入っています。もし口に出していなかったとしても、多分大きな出来事なのであなたもわかると思うんですね。わかるよっていう方はもうお相手が落ち着くのを待つって理解しましょうっていうのが出てきています。ラッキーカラー1枚もらっていきます。ではまずルノルマンカードからあなたに対するアドバイスカード、ブックのカード、木のカード、そしてリングのカードが入ってきています。はい、良いですね。そしてラッキーカラーは薄茶色、誠実な心、平等な精神というワードで入ってきています。まずはこちらのライトブラウン。ライトブラウンなのでベージュも入ってくるかなと思います。この茶色というのは誠実さや平等の意味を持つ色です。人に信頼や穏やかさを与えます。もしあなたが人に対する誠実さが足りていないと自分自身感じているのであれば、この色を身につけて心を穏やかにするように意識してみてください。はい、ベージュもしくは薄い茶色や明るい茶色、ライトブラウンです。そしてルノルマンカードから全体的なアドバイスとしてもらっていきましょう。ここリングのカードが入っているので、こ
こね、そのいずれはお相手とデートの約束だったりとか、連絡先の交換だったり、ペアになるようなこと、ペアを感じられるようなこと、お互いの存在を感じられるような嬉しい出来事っていうのがあります。約束かもしれませんし、ね、それは交際の申し込みかもしれないしね。そうですね。なんかこう結婚、関係性によってはね、結婚っていう方もいると思うんですが、でもそうですね。私が今感じるのは、デートできるとか、ようやく連絡普通に取り合えるようになったとか、落ち着いたからね、やっといつもの自分たち通りになれたとか、そのようなイメージで入ってきます。気持ちが揃ったとかね、お互い思いやって優しい関係性になれるとか、そういうことも入ってきます。これがそうなんじゃないかなと思いますね。信頼関係の回復だったり、お相手の状況や心身のバランスが整っていくんじゃないかと思います。そしてあなた自身も今迷いの中にいる可能性があるので、しっかりとこのアドバイスを受け取って実行していくと、その迷いから晴れるとか、しっかり現実見ることによって、ちゃんとしたお互いのここですね、地盤固めっていうのができるようになって、それでやっと育むってところに行くんですよっていうのも出てきています。だからまずしっかりと土台作りしていきましょう。お互いのもそうだし、自分自身の土台も今どうなってますかって確認してみてねっていうのも入ってきています。いろんな迷いやこうしたい、ああしたいとか期待、恐れとかもあるかもしれないけど、どれを取っていきますかって、もうでも出ていますよ。二人揃って育んでいきたいっていうのが出ていますから、それに向かってじゃあ何をしますかっていうところも具体的に見てみるといいかもしれません。だからそのために知識をつけていくんですっていうブックのカードが入っています。あなたの中に真実が眠っているんじゃないかな。閉じているものを、我慢しているものを開いて、それでこれから育むって方向に行くといいんじゃないかなと思います。もちろんね、そのお相手もその育む体制に整っていなければ、二人揃って育んでいくことができないから、お相手の状況をよく知るっていうこともそうだしね、情報を収集するってことや知識をつけるってことはそうですよね。あなたがどういうふうにして進めていくのか、お相手の状況、そしてどうしたらこれからより良い未来を作り出していけるのかっていう情報を集めてくださいっていうカードも出ています。で、健康状態ってところが少し気になるので、お互いの、気になるところでもあるので、どちらかの健康状態がもしかしたら今少しね思わしくないのかもしれない。その時はサポートに入ってあげるといいんじゃないかと思いました。はい。では今回はお相手、そうですね。そして申し訳ありません。選択していただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。これはね、このリングですよね。このリングの向こうの光に向かって女性が今進もうとしているタイミングの瞬間です。これはメッセージは闇を抜けて聖なる光に向かって歩きましょうっていうメッセージです。もう暗い闇から抜けるんですよっていうところですね。あなた自身が抜けるために歩む。そしてお相手も歩む。もうトンネルから抜けるっていうカードですね。そして実はこのオラクルカードは植物の絵柄が描かれているんです。3番をお選びいただいた方、5番のカードはティーツリーを表しています。ティーツリーの花言葉としては、純度、エネルギー、コラボレーション、そしてアンカー、心身のバランスの回復というのを表しています。コラボレーションっていうと、2人がこうやってね、揃って、ここね、ペンタクル、キングとクイーンで、2人カップルになってるので、ここがきちんと揃っていくと、コラボしていくと抜けていきやすくなるよねとか、光に向かって歩みやすくなるねっていうのも出てきてる。これを抜けて2人で光に向かって歩くんだっていう意味で捉えていただいてもいいです。はい。そして心身のバランスの回復ね、ティーツリーっていうのはリフレッシュ効果もあります。そしてよくそのお部屋の浄化とかにも使われたりするので、アロマとかにもあります。ぜひ取り入れてください。そしてエッセンシャルオイルの効果としては、強い味方、そして清潔感を保つ、または浄化を表しています。肌荒れとかにも効くっていう風によく聞きますよね。なので、今お部屋の浄化だったり、自分自身の心をクリアするためにも、ティーツリー、アロマ、もしくはティーツリーのボディクリームとかもあると思うので、それらを取り入れてくださいねっていうのも出ていました。ぜひ参考にしてください。
今回は今のお相手のお気持ち、そして2人の近未来について見ていきました。これからもいろいろなリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。いかがだったでしょうか。今のお相手のあなたに対するお気持ち、そして2人の近未来について見ていきました。今回はこちらの植物のオラクルカードを使っています。はい、ここでお伝えすると、ジャスミン、オーク、ティーツリーとなっています。オークっていうのはカシの木やナラの木を表していますね。はい、木です。そしてそれぞれの花言葉やエッセンシャルオイルの効能とかもお伝えしましたので、よろしかったら取り入れてみてください。今回共通メッセージというかプチ3択占いで、こちらのネイルチョークアートさんのタロット&トランプというね、トランプから、プチ占いしていこうと思います。軽くシャッフルしていきますので、お好きなものを左、真ん中、右でお選びください。選択肢とは全く関係ないので、今お好きなものをお選びください。はい、こちらからお選びくださいね。そして今回トランプなので、その具体的な数字もリーディングで出していったんですね。それぞれのリーディング内容に合わせて、例えばね、いつ連絡来るのかっていう風に出した方もいますし、また違う形でね、この問題が終わるのはいつかとか、それぞれのリーディングに合わせて具体的な数字を出しましたので、今回もテーマに沿って数字もらっていきたいなと思います。では、そのあなたの方からもし動くのであれば、良い時間帯だったり日にちとかっていうのを教えてくださいっていうことで、具体的なナンバーをもらっていきましょう。そしてこのトランプに描かれている内容ね、それも含めてメッセージをもらっていきます。左、真ん中、右でお選びください。そしてお選びいただいているところで少しお知らせをさせてください。先日よりショート動画を開始しています。そのショート動画では2枚タロットカードを使って皆様のご相談内容に対して簡潔に結果アドバイスをお伝えするっていう1分間チャレンジ占いっていうのをやっています。タイトルとしてね、チャレンジっていうのが入ってて、60秒の中にいかにギュッと詰めてお伝えできるかっていうことをやっています。深掘りはできないので、本当にアドバイスとか結果のみとなってしまいますが、もしご興味のある方はショート動画からコメントにてお申し込みください。申し込み内容などはすべてショート動画の概要欄に記載してあります。はい、そしていろんなお申し込みお待ちしています。ただできなさそうなのは、例えば時期だったりとか具体的な数字とか、少しお答えしづらいこともあるかもしれません。どちらかというと結果やアドバイスの方が重点的に見やすいかもしれないなっていうのが今体感していることです。はい、ということでお知らせちょっとさせていただきましたので、早速見ていきましょう。今回は左から見ていきます。私からもしお相手に動くとしたらいつ、そしてどんな動きっていうことで1枚10です。これはかなり早い10で取ってもいいかもしれません。10時間後とか10時っていうのが具体的な数字ですね。何時で取っていきましょう。何週間とか何日後とかじゃなくていいと思います。10時間後や10時がいいと思います。そしてこのカードは責任を表すカードなんですね。あなたの中でプレッシャーにもし感じているのであれば、思い切ってやっちゃった方がいいかもしれない。または動くとか誘うとか連絡するっていうのが今ちょっとねしづらいなっていう方は、無理しなくていいよっていう感じで入ってきます。もしできなかったらできないで、まずゆっくりと自分の気持ち、体を落ち着かせることに集中して、できるのであればもうパッとね動いてもいいと思います。
はい、10ですね。では次、真ん中をお選びいただいた方です。真ん中の方は5ですね。これは5日後あたりがいいかもしれません。または5時ですね。5時間後ではなくて5日後の5時。うん。で、朝の5時だと早すぎるので、夕方5時、もしくは15時、夕方3時ね。っていうのもいいかもしれません。そしてこちらのカードは、ロスを表しているので、失いかけていたものがあるかもしれないんですが、それを取り戻すチャンスでもあり、または全て失ってはいないので、よくよく周りを見てみてください。今がっかりしてる方もいるのかな。連絡来ないとかね、返事待ってますっていう方もいるかもしれないですね。お相手からお誘いしてくれるのを待ってますとかね。でもあなたから動くっていうことに対しての数字なので、自分から動くんだったら5のつく時間帯や5日後ですね。そしてもうダメなんじゃないかなとか、がっかりする気持ちもあるかもしれない。あと怖い。動いて断られたらどうしようって思うかもしれないけど、でもね、大丈夫。ちゃんと希望はあるから、その希望を見てくださいって、できるだけ前向きに考えて捉えてくださいねっていうのが出ています。では、すみません。右をお選びいただいた方の数字を見ていきましょう。1ですね。1。これは早い方がいいと思います。ただ、そう、もしかしたらあなたはマイペースかもしれませんね。あなたなりの速さっていうのがあるので、我めちゃ速いっていう方はもうすぐ1時間後とかたった今動くっていう方もいると思いますし、私少しのんびり屋さんなんですっていう方は1週間後ぐらいになるかもしれません。そうですね。すみません。なので自分のタイミングで今だっていう時に動くといいんじゃないかなというのがあります。はい、そして実力を表すカードなので、あなたの実力がちゃんとそのまま反映される、発揮される時でもあるし、掴み取ることもできます。だからその性格にもよりますよね。今だと思ってわーって動きたい人もいるし、ちゃんと確証が出てからとか、相手の状況をちゃんと知ってから動きたいって方もいると思うので、その方々も自分のペースに合わせて今だと思う瞬間に動いてみてください。結果をつかみ取っていきましょうっていうカードが出ていました。こちらプチ占い参考にしてください。ではまた次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。皆様の日々のリラックスや癒しの一部となれればと思います。ただタロットカード、タロット占いっていうのはそのカードが出た通りにお伝えしていきますので、必ずしも全てがいい結果になるとは限りません。こちらもぜひご了承いただいた上でご視聴いただくのをお勧めいたします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。